共生課の宮本です。本日は、エビとそら豆のチャーハンをご紹介させていただきます。最初に、具材の準備からさせていただきます。今日の、車エビの処理の方からさせていただきます。今日は池の車エビを使います。この車エビを、海水と同程度の塩水の中で茹で上げて、処理してから使います。油気をよく取った鍋に水を入れて沸かしていきます。ネギと生姜を入れて沸かします。紹興酒です。塩。これは3%、1リットルに対して 30g ぐらいで沸かしていきますね。さっき海水と同じぐらいの濃度を聞いたんですけど、海水ってそのぐらいなんですか？3% ぐらいと思います。はい、ちょっと。これは海水と濃度を合わせるというので、何かその理由があるんですか？エビの浸透圧っていうか、その持ち味が、中に塩が入り込みすぎない、それで、中のエビの味が逃げないっていうような、そんな感じで茹で上げる、そのための塩と思います。エビの方は背わたを取っていきます。これで約1分です。風味付けとエビの、癖を取るということですね。このまま塩水のまま冷ましていきますね。これは冷めたら殻を剥いて使います。次に具材に薬味に使いますネギのみじん切りの方を刻んでいきますね。ネギのみじん切り、それから今日はそら豆使っていきます。そんなに立派なそら豆？そうですね。これは今日はハウスのものですが、だんだん露地のものに移ってきますが、そら豆はもう、さやから出してこの皮を剥いて、剥いたらすぐに火を入れて処理したいというところですが、これも出来上がりの見計らって火入れをしていきます。今日は蒸すということだけでございます。剥いたらすぐに火を入れないと。これ水分が飛んで乾いてしまって風味が落ちていきます。火入れする直前まではちょっとペーパーに包んで置いときます。チャーハンの卵です。今日は卵はあらかじめ、軽くいって、それを刻んでから使うということになります。卵を少量の油でいりつけて、処理するということですが、これは全体として使う油の量を控えたいということで、こういうちょっと加工したフライパンかなんかで少量の油でいりつけて、それで、細かく、包丁で刻んで使うという形になります。
それはサラダ油ですか？これね、ピーナッツオイルで埋めます。ピーナッツオイルですか？ピーナッツオイルを使うのはどういう理由が？そうですね、風味がいいということと、あと高温に結構耐えられるということで、油の酸化がしにくいということですよね。これは割合としっかりめで火を通して蒸します。ではこの卵を刻んでいきます。卵がね、この細かいと、ご飯とか食材とよく混じり合って色合いとか洋州チャーハンっていうようなことの、チャーハンの、作り方の中にもこんなように卵をね具材の一つとして細かく刻んでやるというのは伝統的なこともありますので、そういうことを含めてちょっと細かくこういうふうに刻んで、ちょっとひと手間ですけども。冷めてからですね。そうするとこういうところがしっかり固まってきますのでね。お米の方ですね、水洗いして、ざるにあけて置いておきます。30分ぐらいです。こちらの方は、スープと、お水3対1、スープが1のお水が3ぐらいの割合で、それに、大さじ1杯の、サラダオイル入れてあります。そしてお米を入れて、でお昆布をこのぐらい入れて、でこれで炊き上げていきます。さっきのサラダ油を大さじ1ですかね。大さじ1ですね。入れてたっていうのはやっぱりあれですか？なんかそうですね。パラッとさせるパラパラとさせる、油のコーティングをするということですね。どういうものを使ったら？スープはあえて入れなくてもいいですね。昆布を入れて、そのお水と油で、これも十分と思います。はい。こちらの動画をご覧になってよかった方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。一応これであとはそら豆を、蒸し上げてチャーハンに移ります。そら豆を蒸すときには、はい。なんていうんですか、硬さとかっていうのはどのぐらいとかっていうのはあるんですか？今の大きさのそら豆で打ち込んで、100度のスチームで、3分ぐらいですね。はい。そうすると硬さ的にはちょうどはい。家庭の100度の蒸し器でもじゃあ3分大丈夫です。茹で上げるということでも全然差し支えないので、ちょっと塩を入れた一つまみ入れたお湯の中で、色よく茹で上げて、茹でる場合だったら2分ぐらい、剥いたそら豆を入れて、そのまま水を切ってお湯を切って冷ます、そのまんまでいいと思います。冷たい油で1回コーティングして余分な油を拭っておきます。
そこにピーナッツオイルですね。200g に対して、軽く大さじ1ぐらいですね。ここで卵です。そしてお塩約 2g です。具材の方です。ネギを最後に投入してここでお味のチェックです。最後にスープを少し回し入れて、水蒸気に、ちょっとしっとりさせて最後に胡椒です。エビとそら豆がゴロゴロ入った、チャーハンです。いただきます。どうぞ。すごい卵を刻むのを初めて見たんですけれども、すごい綺麗ですね。ね、ちょっと菜の花のイメージで、はい、黄色い、はい、菜の花とか店内にもあるミモザみたいな、はい、いただきます。お豆の香りがすごい春らしいですね。はい、お豆も直前に火を入れて色や香りをこのまま、ここにチャーハンの中に、入れていくという形であれば、美味しい、そのまんまで美味しいと思います。エビもしっとりですね。はい。塩水で茹でて、はい、そのまま冷ますということで、はい、身がパサパサにならずに、はい、持ち味がエビの甘みも感じられると思います。刻んだ卵はそのヤンシュの具材の定番ということで、卵を刻んで、はい、一緒に炒め合わせるというのは、刻むというか炒り卵を細かくこう炒りつけるという形でするわけですがね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは京都岡崎の地で、自然に恵まれた、景観の中で、させていただいてます。コース料理を主に、季節の食材、季節の変化を、料理に、移して、コース料理をさせていただきたいと思っております。京都の四季食材楽しんでいただけるようなコースを目指して、頑張っております。よろしくお願いいたします。